はい、ここに2種類のお肉、2種類といいますか、2つの違った部位のね、肉があります。どちらも塊で、買ってきたものですが、こちらが、いわゆる日本でいうところのロース肉ですね。ロース肉。この一塊で1キロ、弱でしょうか。1キロ弱あります。で、こちらが、このロース肉のもっと頭の方に近いところ、首のところ。日本では一般に肩ロースと呼んでるかもしれません。こっちの方が脂が多いんです。こっちが、1.17キロありますか ?1 キロ強ですね。1キロ弱と1キロ強。今日はこの2種類の、お肉を、ハムに仕込む、その下ごしらえですね。これを行います。はい、さっきの2種類の肉を袋から出しました。約どちらも1キロずつあるわけですから、これをそのまんまハムにすると、一回一回食べるときに大きすぎるので、保存食にしますからね。一回一回もう少し小さい単位で、出して、食べられるように、それぞれだいたい半分ずつ 500g 程度ぐらいに、切っております。だいたい 500g 程度の塊に切ってますね。どの向きに切るか。こう切っちゃいましょうか。はい。これで約 500g ずつの塊になりました。こうしとくと、保存食にした後、食べるときに一つ出せば 500g のハム、こうなるわけです。それを2回、3回ね、分けて食べることもできます。で、今日は、まずこれ、下ごしらえ、下味をつけるというその作業をね、行うわけですが、ハムを作るのに、いろんな味をつける。例えば、塩とかね、胡椒とか、お砂糖とか、いろんなハーブとかね、そういったことを、いろんなものを使うことができるんですが、いろんな味をつけてしまいますと、後で食べるときに、ちょっと今日は和風に食べたいとか、洋風に食べたいとかね、その時によって、気分によってね、食べ方が変わってきます。なのに、最初にいろんな味をつけてしまいますと、いろんな香りをつけてしまいますと、後で潰しが効かないっていうか、食べ方が決まってきちゃうんです。味付けが決まってきてしまうんですね。ということで、私は、どういう風に食べるかっていうのは、後で、好きな、その気分でね、好きなように変えられるようにする。そちらの方を、重視して、最初は、下味をつけるときには、できるだけ、混んだことは、手の凝ったことはしないことにしています。ということで、もう最低限必要なもの。まず塩ですね。お塩。今日はこれ海の塩を使いますが、結構たっぷりします。塩でも本当にたっぷりの塩で締める感じで、これだけの大きな塊になりますと、液体につけるっていう方法もあるんですが、ちょっとめんどくさいので、そういう形でやったことも何度もありますけどね。そういう方法ではなくて、もう一番簡単にできる方法として、もう塩を完全にこうやってまぶしますが、結構大量に使います。そうすると、中の方までそれなりに染み込みます。薄い塩だと染み込まないです。たっぷり使用します。はい。他のも同じように。こんな感じでね。最初から例えばこんなに、まとめた量を作らないで、1回分だけ例えば 500g だけ作るんであればね、最初から今回はこのハムを、和風に食べよう、洋風に食べようって決めて作れますよね。その場合は、この時に基本的な味付けだけではなくて、例えば胡椒を振っといてもいいですし、
その他、例えばバジルとかタイムとか、そういったものをね、加えてもいいわけです。ですが、私は多分、こんだけまとめて作っておくと、例えば、1回は、これをポン酢で食べるかもわかりません。ポン酢で食べるときに、黒胡椒のいい香りがするとね、それはそれでいいんですが、これ胡椒の香りがなかった方が良かったかなということも、十分にあり得ますので、後から潰し焼くように、そういった余計な香辛料は、一切加えずに、基本的な下味だけつけて、まとめてハムを作っておいて、食べるときに味は決めます。でこれだけの、大量の塩をしますと、ものすごくしょっぱくなるんじゃないかと心配する方もいらっしゃるかもしれませんが、これだけ 500g の、ね、塊になると、そうでもありません。で塩っていうのは、これ基本的に保存食ですから、ある程度はやっぱり必要ですね。長持ち、日持ちさせるためにはね。ということで、怖がらずにしっかりと塩して、これでかなりこの肉から水が出ます。水が出て、締まったお肉になります。多くの、場合、お料理の世界で、この塩味っていうのは欠かせないものですが、甘み、お砂糖に限らず、甘みっていうのも、ある程度入ってると、やっぱり旨味の一つですからね、引き立ちますね。これお砂糖です。お砂糖。これは塩ほどに、大量にまぶす必要はありませんが、これもある程度、ちょっとね、加えておきますと、塩のだだっ辛さだけじゃなくて、やっぱり甘みも、美味しさを引き出す大きな、役割をね、買ってくれます。これぐらいです。ものすごく甘くなるんじゃないかと心配さえなくっても、なんせ、このままこの後ね、一晩から丸一日、冷蔵庫に寝かせますから、その時に、さっき間にかけた塩の影響で、中から水分がどんどん出ますから、その水分とともに、この表面についた甘みもかなり取れてしまいます。ということで、目で見たほど、この甘みは残りません。これをね、やるときに、周囲にお砂糖をばらまかないように気をつけないと、後で、お塩はまだいいですけど、お砂糖は気をつけないと、いろいろとね、問題になるかもしれませんね。まんべんなく全面にね、まぶすようにしてください。今、このカメラを、ちょっとね、私の手の上に取り付けてあるんですが、情報にどんな角度でどの程度映ってるのかよくわかんないんですが、いつもこんな感じで撮っていてなんとかなってますから、今日もこんな感じで続けてみましょう。はい。そして、お塩と砂糖だけをしたこのお肉の塊に何をするかと言いますと、これ大きなお皿の下にキッチンペーパーを1枚敷いて、その上に、こんな金網みたいなのをね、乗っけてあります。ここに、別のキッチンペーパーを置いて、こんな感じでしょうかね。でおいて、これをここに並べます。よいしょ。量が多いですから、さて、盛りますか。で、この紙で包んで、これを届けまして、真ん中に来ましたか。
こっち側の横の方がね、今紙がいってませんから、これで少し補ってやって、でこちらの方も補ってやって、はい、それで、紙に包んだ状態で金網の上に乗っかっていると。そしてその金網の下には、お皿との間に、金網にはちょっと足がついてますからね、段差がありますから、高さの差がありますから、金網とお皿との間にちょっとこう隙間が空いてるわけです。ですから、お肉は、お皿には直接接してないわけです。で、これで、上からラップをして、で、冷蔵庫に一晩寝かしておきます。でそうすると、お肉から、水分が全部出ますね。で、それをこのキッチンペーパーが吸い取りますが、吸い取りきれずに下に落ちた分はお皿に溜まったりすると、冷蔵庫の中をね、なんかこう物を探したりして、これをこうちょっと移動したりするときに溜まった、肉汁が外にこぼれたりするとね、嫌ですから、念のために下に1枚、さっきキッチンペーパーを敷いておきました。この包んだ紙が水分を吸い取りきれずに、もしも下に水分が落ちても下にもう一枚、キッチンペーパー敷いてありますから、それが吸ってくれますから、多少後で無造作にこのお皿を冷蔵庫の中で動かしても、肉汁が外でこぼれるようなことはありません。はい。ということで、今からこれにラップをして、冷蔵庫に入れて一晩置いて、明日この後の続きを行います。はい。一晩冷蔵庫で寝かせたものを今冷蔵庫から出しました。ラップを外します。キッチンペーパーを取り除きます。紙がびっしょりと濡れています。お肉の色がね、ちょっとこう、なんて言うんでしょう、ピンク色っぽくなるというか、ちょっと鮮やかな感じですね。そして、ガチッと締まってます。このハムをね、作るのに、その下ごしらえとして、お魚を干すときみたいに陰干ししてちょっとこう乾かすとかね、その本格的にハムを作るとなるといろいろな、下ごしらえが必要なのだと思いますが、うちは特別なレストランではありませんので、そこまでこだわって作ることはしていません。手軽にできないと頻繁に楽しめませんからね。どれもしっかりとこう締まった感じ、塩をしてね干した半干しになったお魚みたいな、ちょっとそんな感じになってます。でこれをですね、いつもですと私はこのままこの網のまま、スモークするように作ってある簡単な段ボール箱ですね。何かに使ってあったその後余った段ボール箱、それの中にこれを入れられるようにしてあるんです。そして、その下で、いわゆる普通のスモークの場合はその木の、塊木片っていうんでしょうかね、それを燃やして、で火がちゃんとついたら消して、その煙が、出る状態になったものをその段ボールの一番下に置いて、それでスモークするわけですが、それが一般的なスモークなんですけども、それをするのが面倒くさいので、いわゆる冷スモークと呼ばれているね、冷たいスモーク。一般のスモークは火をつけて、火をつけた木片を置きますが、そこから煙だけじゃなくて温度も、出るわけですが、熱い温度が多少出るわけですが、そういったあったかいスモーク、温スモークではなくて煙だけを使う冷スモーク、これを代用しています。その方が、手軽にいつでも簡単にできるんですね。今日もその冷スモークにしたいと思いますが、より簡単にするためにね、いつもその段ボール箱を使ってますが、それを使わないで今日は簡単にお鍋と、それから、ビニール袋、ゴミ用のね、ビニール袋を使ってやってみたいと思います。はい、ここに
お鍋を用意しました。お鍋の底にこういうこれぐらいのね、高さのある台を置きました。ここにお肉を置きます。お肉がですね、鍋の底に完全に、ついてしまわないように並べる感じ。本当はもう少しね、大きなお鍋で、この網が置けるぐらいのお鍋があればいいんですけども、それだけ大きなお鍋がないので、今日は仕方がないんで、このお鍋でやってみましょう。お肉がね、本当はこうやって完全にこう密着してない方がいいんです。この間にも煙が入りますからね。今日はちょっとこのあるお鍋でやっていますから、多少密着してしまっているところはもう仕方がないとします。で、このお鍋のこの高さがある程度ある鍋、背の低い鍋じゃなくて、ある程度高さがある鍋を使います。どうしてかと言いますと、今これからこのお鍋ごと、ビニール袋の中に入れますから、この高さがあんまりないとね、そのビニール袋にぺちゃっと、ビニール袋がお鍋にぺちゃっとくっついて、衛生的にね、あまり良くないでしょうから、それをできるだけ防ぐために、比較的この深さのあるお鍋を用意してみました。これで今日やってみましょう。私もこのビニール袋とこのお鍋を使ってやるのは初めてなんですけどね、さっき言いましたようにいつもは段ボール箱を使ってやってます。今日はより簡単にできるように、そのビニール袋を使って挑戦してみましょう。大きめのビニール袋を持ってきました。これをお鍋ごとこの中に入れてやっています。こんな感じでね。はい。これはですね、今日はかなり大量に2キロのお肉を一気にやりますから、こういう大きなビニール袋を持ってきたわけですが、例えば 500g 1個1個はね 500g ぐらいの、大きさですから、それぐらいの単位で皆さんが家庭でやれる場合はこんな大きなサイズにならないわけですから、例えば普通のジップロックの小さな袋ありますね。あれに一つお肉を入れて、やればいいと思います。でこんな感じで今袋に入れました。そしてこの袋を、に蓋をしてしまいます。さて、うまくいきますよ、これで。よいしょ。これ、こんな感じでやってみましょうか。こんなことやるの私も初めてですからね。ここちょっとだけね、先っちょっとだけ開けてあります。テープでくっつかないように。さて、どうでしょう。こんな感じで。できるだけ中の空気を出して、これちょっとだけ開けてありますからね。できるだけ空気を出して。はい。そして、ここで、この冷たい燻製、冷燻製にいつも使っているのが、もうこの家庭用の簡単な、煙を出すパイプって言いますかね。これを使ってます。はい。これはですね、ここにチップと言いますか、燃やしたいもの、煙の元となるものを入れるわけです。今日は何を使うかというと、はい、まずこの、オーク、ログで、
カシですか。カシの木。カシの木の破片です。この破片を少しここに入れます。いっぱいにしないで、ちょっと半分ぐらいまで入れたところで、今度は、こんなに量いらないんですけどね。これ何かって言いますとね、ピートってやつ。ウイスキー作りに使うやつね。泥炭。日本語で泥炭と多分呼んでると思います。これをここにちょっと入れます。十分です。そして、燃えやすいように上に少しまたね、木片を入れまして、準備完了。はい。これはですね、ここに火をつけて、スイッチを入れますと、下にこれファンが回ります。ファンがね、プロペラみたいについていて。で、このプロペラが回ると、空気を中へ吸い込むわけです。外の空気を中へ吸い込むわけです。そうすると、火を起こすときってのは、こう、冬を使ったりね、吹いたりして風を送りますよね。それで、これ長く吸い込まれると空気がどんどん外から中へ通りますから、非常にこう火が、盛んになると言いますか強くなるんですね。で、その時にその炎は出ないんですが、煙だけがここを通じて出てくるわけです。で、この先っちょをここに差し込みます。ちょっと穴の大きさがギリギリになりましたが、うまくいきましたね。はい。これで、煙はすべてこの中に入ります。で、本当はね、お庭とか、ベランダでやるとちょっと近所の人に怒られるかもしれませんが、お庭なんかでできれば一番いいんですけどね。家の外でできれば一番いいんです。本来、スモークっていうのは、こんな袋に入るだけの煙を溜めてやるんじゃなくて、どんどん煙を出し続けて、そして、煙は、必要なじゃない煙はどんどんこう漏れて出ていってくれて、常に新しい煙が入り続けるっていう、これは一番理想なんですけども、それをすると多分家の中でやるのは結構大変です。煙がね、家の中に充満しちゃってね。ということで、今日はこの中をだいたい煙でいっぱいにできたらもう火は消してしまって、蓋を完全にしてしまって密閉してしまって、この大きな袋の中に入っただけの煙でスモークをします。いつもは私はその、段ボール箱をバスルームに置いてね、でバスルームの窓を開けといてね、でそこで、これにここいっぱいにした分が完全に焼け切るまで、新しい煙をどんどん送り続けますが、今日はだいたいこれがいっぱいになって煙が漏れ始めたなと思ったらもう火を消すことにします。はい、それで、火を消した後、この管を抜いて完全に蓋をする必要がありますから、その蓋をするときに必要になるであろうテープをあらかじめ用意しておきましょう。はい、それでは火をつけましょう。なんかあんまりガスが入ってませんね、これ。今ここでね、このスイッチを入れると、風が通りますからどんどん燃えやすくなるんですが、その分、まだ本格的に煙が出ていないのに、空気が袋の中に入っていきますから、煙でいっぱいにしたいんですけどね。煙じゃない空気でいっぱいになっても意味がないですからね。ある程度こう火がついてから、ファンを回しましょう。どうでしょう。これいけるでしょう。この袋が透明だとね、中に
煙が入っていくのはよく見えるんでしょうけど、だんだんと袋が膨らんでくると思います。今日はカシの木のね、チップを使ってますが、これがもう桜の木とかリンゴの木とか、あとオリーブとかブナとか、今ここメンバーズハウスには何種類か揃えてありますから、いろんなものをね使ってみると、それぞれにちょっとこう変わって感じが変わって楽しい文化です。あとこれやるときにね、この袋の中にもうついでですから、例えばちょっと切ったチーズを入れとくとかね、キノコ類を入れとくとかね、何でもついでに一緒にスモークしてしまえばいいんです。はい、こんな感じで一回これちょっと抜いてみましょうか。まだ煙出てるでしょうから、どんな感じで煙が出てるのか。でもその前に窓を開けますかね。抜いてみますよ。こんな感じ。ね、で止めます。ここを少しだけ空いてたところをね、テープで貼ってしまいます。はい、これで封をしました。これは煙たいですから、止めちゃいましょう。熱いです。はい、あとはこのまま、そうですね、15分か20分ぐらい置いとけば十分に、燻製のその香りも味もつくと思います。はい、それでは、20分ほどね放置したので、今、一つずつその塊をね、真空パック用の袋に入れます。これを真空パックします。真空パック機を持っていない家庭では、ジップロックを使えばね、それに近いこと簡単にできますね。これで OK なんですが、念のために私は2回やっておきます。ちょっと場所をずらして。っていうのが、この後、お湯の中につけますから、万が一お湯が入ると台無しになりますからね。2回目は空気を抜かずに蓋をするだけです。これで二重に蓋ができましたから、お湯が入ることはまずないですね。こんな感じでね、4つとも全部同じように、真空パックにして準備をします。はい、今からさっきの真空パックしたものを低温調理します。今ここに用意しました低温調理器には、水温を 64.5 度、そして調理時間を2時間にセットしました。この 64.5 度を64度にする、63.5 度にする、そのあたりで仕上がりがかなり微妙に変わってきますが、おそらく日本の厚生省の決めているその規定によると、その衛生上ね、肉の中心温度が63度以上に設定するのが、最低限のね、決まりだったような気がしますが、そのあたりはインターネットで簡単に調べられると思います。65度にしますと、かなり、火がちょっとやっぱり通り過ぎかなっていう気がします。64度ぐらいが、64度前後、64度から 64.5 度ぐらいが、慣れてない人にはいい温度じゃないかなと思います。
あとは調理時間によってね、随分変わりますが、今2時間に設定しますが、これだけ大きな塊になると2時間ぐらいやって、それぐらいから初めてやる方は初めて、試してみていいと思います。あとは好みによってね、これを120分しないで100分にするとか90分にするとか、そういった感じで減らしていくと、仕上がりが少しずつ変わっていきます。これで 64.5 度にセットしましたが、さて今中の温度が 59.1 度までちょっと下がっちゃいましたね。準備している間に。そのうちこれが設定した温度まで上がっていきます。その温度に達したところでお肉を入れますが、お肉を入れるとまた中の温度が下がりますから、これ待ってる間にお肉をこれの上に置いて温めておきます。でそうすると後で入れた時に下がる温度がね、その温度の低下が少しでも防げますから、これで、60設定した温度になるのを待って中に入れるとします。ちなみに、この低温調理器はね、中になんて言うんでしょう、くるくると回る、プロペラじゃないんですけど、その中でお湯を対流させる装置がついてましてね、それでこの中の場所によって温度が異なるっていったことを防ぐようになっています。ですから、多少ね、多めに入れても中でずっとお湯は対流してますから、比較的平均して、設定した温度をこう中の場所、すべての場所で保つことができるようになっています。こんな大きなものを買わなくてもね、もっと簡単な家庭用の普通のお鍋を使ってお鍋にこう引っ掛けて、中の温度を保つこうスティックタイプのものも売ってますから、そんなしょっちゅう使わないという方はそれでいいかもしれませんね。だんだんと温度が上がってきましたが、これの中をね、ちょっとご覧いただいてもいいですね。お肉をどけて、よいしょ、こんな感じになってます。中、ちょっと、渦を巻いてますよね。こんな感じでお湯が対流するようになってます。間もなくですね、温度ね。はい、そうすると、そんなに厳密にやるわけではありませんから、もう今からお肉を入れちゃいます。手が使うともうすでに結構熱いです。いや、お肉がね、ちゃんと全部浸かるようにしないと、一部水面に出てるとそこだけ火が通りませんから、食中毒の原因となりますから、ちゃんと使ってるかっていうのを確認して、やることが大事ですね。はい、これで今日の場合はこれが 64.5 度と設定の時間に達したところでビーポンが鳴って調理開始しましたという合図となります。でそこから2時間経ったところでまたビーポンが鳴って調理が終わりましたという合図となります。で調理が終わったら、そのままお湯につけとかないで、つけっぱなしにするとね、2時間に設定したのにそれ以上に火が通っちゃいますから、すぐに出して、そして、水で冷やして、そして冷えたところで冷蔵庫に保存。そのまま保存して、どうでしょうね。試したことありませんけど、そのまま保存したらかなり持つと思います。例えば今夜一つ私は食べるつもりですが、その時にこの一袋一つ開けますね。開けた状態で、例えば今夜少し食べて、で翌日、翌々日、翌日ぐらい普通に食べてますけども、全く今まで問題があったことはありません。開けなかったら冷蔵庫で多分、例えば1週間後に開けても全然問題ないと思いますし、
今日4つ作ったうちのあとの3つはもう、しばらく食べないので冷凍庫に保存しておきます。冷凍庫に保存するとね、もうわかりません。いつまで持つか。今まで気にしたことないです。随分経ってから食べてますが、お腹を壊したことはありません。はい、そんな感じで今日は、ほとんど私は出演してませんが、声と手ばかり出演しますが、ちょっと出てみましょうか。せっかくですから。これね、簡易カメラで撮ってますから、離れるとね、声がね、ちっちゃくなっちゃうんですね。はい、ということで、今日は、エルニーニョの日、東方三賢人の祝日ということで、静かな一日ですが、それを利用して、お仕事もしてますけどね、ちょっとこういったものを作ってみました。この手作りスモークハム、売っている、一般に市販されている、多くの、商品と違って、発色剤も使っていませんし、着色料もちろん使ってませんし、保存料一切入ってませんし、そういう意味でね、非常に安心して楽しめる、食べ物だと思います。で、これ出来上がった後は、どういう味付けにして食べるかはもう皆さんの腕次第。和風に食べるもよし、洋風に食べるもよし、そのハムとして食べるのもいいですし、ちょっと刻んで何かのね、具材として、夏ですと冷やし中華に乗っけるとかね、いろんなものに使えると思います。とても簡単にできますから、興味のある方はね、ぜひやってみてください。今日はね、スモークハムにしましたが、スモークの過程は省いても全く問題ありません。スモークの味わいが逆に言えば好きじゃない方もいらっしゃいますしね、塩と少し砂糖をまぶして一晩冷蔵庫へ寝かした後、もうすぐにスモークせずにそのまま、ない方は、ジップロックの袋を使って、ある方は真空パックの機械を使って、真空にして、こういった調理器がない方は多分ね、もう本当に安くで2、3000円でしょうかね、ちょっと忘れましたが、それぐらいで多分通販で探せば、こういう大きなものじゃなくて、普通のお鍋の縁にかけるタイプのスティック型のね、ものが売ってますから、そういうものを、購入されると、この低温調理簡単に手軽にできるようになりますから、一家に一台あってもいいんじゃないかと思います。はい、ということで、どうなりました？もう少しですね。もう少ししたら、2時間の調理時間が始まります。あれだけの肉を入れるとね、やっぱり水温が一気に下がりますからね、ちょっと時差が出ましたが、別にそこまで厳密にやる必要のある料理を今日はしてませんから、それは問題ないと思います。あとね、出来上がった後のそのハムは切ると赤い汁が出てきます。これ肉汁であって、血じゃありませんから、気持ち悪く思われる必要は全くありません。赤い肉汁ってのは出てきて当たり前なんです。特に出来たての熱々を切ると出てきます。熱々を食べたらそれはそれで美味しいんですが、一旦水で冷やしてね、その後冷蔵保存して完全に冷やすと、よりしっかりと締まって皆さんが抱いていらっしゃるハムのイメージに近くなります。熱々はそのまま例えばお好きなソースを作ってね、ぶつ切りな分厚くステーキのように切ってお好きなソースをかけて、食べるとこれはこれでね、なんかハムを食べるんじゃなくって、低温調理した豚肉を食べるんだなっていう感じで、ちょっと普段完全に火を通して召し上がっている、豚肉料理とは違った、もうちょっとなんかレストランのおしゃれな感じのお料理になるかもしれません。はい、ということで今日は、スモークが好きな方はスモークハム、スモークが特に興味がない方は普通のハムを、簡単に作るね、方法をご覧いただきました。それではまた。